閉店間際の家具量販店。リビングセットが並ぶショールームの通路を歩くと、まるで誰かの部屋にお邪魔しているような、それでいて誰の部屋でもないような、説明のしにくい落ち着かなさを感じたことはありませんか。岩観光察ラジオへようこそ。今日は家具量販店のショールーム通路がなぜあんなに他人の部屋みたいで落ち着かないのか、その理由を静かに考えていきます。一度は訪れたことのあるお気に入りの店舗を静かに思い浮かべながら聞いてみてください。家具量販店は休日に家族や友人と一度は訪れたことがあるはずです。新生活の準備で新居に合うソファを探しに訪れた人もいるでしょう。広いフロアには何十通りものリビングが再現されています。一人暮らし向けのコンパクトな部屋から大家族向けの広いリビングまで、さまざまな暮らしのパターンが一つの建物の中に同時に存在しています。ソファ、テーブル、テレビ台、それぞれが一つの部屋として組み合わされて並んでいます。営業中はたくさんの来店客がそれぞれの区画を歩き回り、座り心地を確かめたりサイズ感を確認したりしています。そのにぎわいの中では一つ一つの展示はただの商品として見えています。子供がソファに座ってはしゃぐ声や店員が生地の説明をする声がフロア全体に響いています。その音の多さが展示された部屋を一時的に生きた空間に変えているのかもしれません。ところが閉店間際、照明が落とされる前の静かな時間になると、その印象が少しずつ変わっていきます。まずリビングセットの展示コーナーに立ってみます。大きなソファにクッションがきれいに並べられ、低いテーブルの上にはおしゃれなマグカップが2つ置かれています。一見すると誰かがくつろいでいる部屋のようです。しかし近づいてよく見ると、ソファには座った跡が一つもありません。クッションの角も崩れることなくきれいな形を保ったままです。テーブルの上のマグカップも中身が入っているわけではなく、空のまま置かれているだけです。生活感を演出するための小道具でしかないのです。棚に並ぶ雑誌も表紙が見えるように角度まで揃えられていて、読みかけのページで開かれているものは一冊もありません。なぜ生活感の演出はこれほど落ち着かないのでしょうか。理由の一つは、本物の生活には必ず小さな乱れがあることです。クッションは使えば少しずつへこみ、座面にはその人の体重のかかり方の癖のようなものが残ります。しかしこの展示のソファにはそうした乱れが一切ありません。完璧に整った状態のまま時間だけが止まっているようです。もう一つの理由は、このソファが誰のためのものでもないことです。自分の家のソファは自分や家族のために選ばれ使われています。しかし展示のソファは不特定多数の来店客に座り心地を確かめてもらうための共有の道具です。誰か個人のためではなく、仕組みのために置かれている。そのことに気づいた瞬間、暖かく見えていた部屋が急に他人行儀な空間に見えてきます。自分がこのソファに座ったとしても、それは特別な意味を持たず、次に来る誰かも同じように座っていくだけです。自分だけの場所ではないという感覚が静かに広がっていきます。ソファの背もたれには小さなタグが下がっていて、品番と価格が静かに印字されています。そのタグがこのソファが商品であることを思い出させてきます。
さっきまで感じていた生活の温かさが数字の並びに置き換わる瞬間です。さらに奥へ進むと寝室セットの展示コーナーが見えてきます。大きなベッドに真っ白なシーツが貼られ、枕も左右対称にきちんと並べられています。シワ一つない完璧な状態のベッドです。ベッドサイドには読書灯と洋書の小道具がバランスよく配置されています。まるで雑誌の1ページをそのまま切り取ったような完成された景色です。壁にかけられた額縁入りの絵画もどこか見覚えのある無難な風景画ばかりです。誰かの好みで選ばれたのではなく、誰の好みも損なわないように選ばれた絵なのだとわかります。しかしこのベッドで誰かが実際に眠ったことは一度もありません。眠るための場所であるはずなのに、その本来の役割を一度も果たしたことがないのです。近くに立つと天井の照明がやけに明るく感じられます。本来寝室はリラックスするための落ち着いた明るさであるはずです。ところがこの展示コーナーは商品をはっきり見せるための均一で強い光に照らされています。寝るための空間なのに眠気を誘うどころか妙に目が冴えるような明るさです。天井を見上げるとスポットライトがベッドの中央めがけて一直線に当てられています。主役として照らされているのに、その主役であるはずの眠る人の姿だけがどこにもありません。枕元に置かれた小さな観葉植物の葉も埃一つなくつやつやと光っています。壁にかけられた時計の針だけはきちんと今の時刻を指し続けています。止まった部屋の中で唯一動いているものが現実の時間だけだという事実がかえって空間の静けさを際立たせています。なぜ使われたことのない寝室はこれほど奇妙に感じられるのでしょうか。理由の一つは眠るという行為が持つ無防備さとの矛盾です。本来ベッドの上は最も無防備になる場所であり、だからこそ人は安心できる環境を求めます。しかしこの寝室は誰にとっても安心できる場所ではなく、誰にとっても関係のない場所として存在しています。もう一つの理由は時間の止まり方です。普段使っているベッドは朝起きるたびに少しずつ形を変えていきます。しかしこの展示のベッドは朝も夜も関係なく永遠に同じ形のまま時間が止まっています。その静止した時間が妙に落ち着かない感覚を生み出しているのです。隣に置かれたクローゼットも扉が半分だけ開けられ、中には季節に合わせた洋服が数着だけかけられています。その洋服にも誰かが袖を通した気配は全くありません。畳んで重ねられたセーターの山も角がきっちり揃えられていて、生活の中で自然に生まれる少しの歪みすらありません。まるで写真の中の一場面をそのまま切り取ったようです。寝室コーナーを離れ通路の奥まで歩いてみることにします。そこで振り返ってみると少し不思議な光景が目に入ってきます。さっきのリビングセットと今の寝室セットの間には壁が1枚もありません。本来ならリビングと寝室の間には扉や壁があり、それぞれのプライバシーが守られているはずです。しかしこのショールームではリビングも寝室も書斎も地続きのまま一つの広いフロアに並んでいるだけです。区切りのない部屋の連続が妙な落ち着かなさを生み出しています。足元を見ると
床材の種類だけが部屋ごとに変わっていて、リビングはフローリング、寝室はカーペットへと静かに切り替わっています。壁が一枚もないのに、床の素材だけで部屋の境界を示そうとする。その工夫がかえって境界のなさを際立たせています。天井を見上げれば、一枚の同じ天井がすべての部屋の上に途切れることなく続いています。床だけが変わり、天井は変わらない。その組み合わせの奇妙さもここでしか味わえない感覚です。なぜ壁のない部屋の連なりはこれほど落ち着かないのでしょうか。理由の一つは、本来別々であるべき空間が一度に視界へ入ってくることです。普段の生活ではリビングにいるとき、寝室の様子は見えません。その見えなさがプライバシーという安心感を支えています。ところがこの通路では全ての部屋が同時に見えてしまいます。もう一つの理由は、どの部屋にも本当の意味で属していないという感覚です。リビングに立てば寝室の視線が気になり、寝室に立てばリビングの視線が気になります。どちらの部屋に行けも完全には落ち着けない。そんな中途半端な感覚が歩くたびに積み重なっていくのです。さらに視線を遠くへ向けると、書斎コーナー、子供部屋コーナーまでもが同じ通路の先に続いています。家族それぞれの生活街と名まれるはずの複数の部屋が一枚の絵のように一望できてしまうのです。普段の生活では親の寝室と子供の部屋が同時に視界へ入ることはありません。それぞれの時間がそれぞれの部屋の中で独立して流れているからです。しかしこの通路に立つと、その独立した時間が一度にまとめて見えてしまいます。ここまで3つの場面を見てきました。生活の跡が一つもないリビングセットのソファー、一度も使われたことのない寝室セットのベッド、壁もなく地続きに並ぶいくつもの部屋、どれも決して何か特別な出来事ではありません。ただ生活のための空間という前提だけが完璧に整えられ、肝心の生活そのものが一度も存在していないのです。通路の途中には照明の色温度がコーナーごとに微妙に違うことにも気づきます。リビングは白い光、寝室はオレンジがかった光。そうした光の使い分けが本来ならそれぞれの空間の個性を際立たせるはずなのに、無人のフロア全体で見るとまるで舞台の照明のように作り物めいて見えてきます。これは何か不吉な出来事の予兆ではありません。むしろ逆で、生活を演出する技術がこれほど成功になったからこそ、その空白がくっきりと見えてしまうという静かな発見です。家具というものは本来生活の中で少しずつ傷や色褪せを重ねながら、その家族だけの表情を帯びていくものです。しかしショールームの家具はその表情を得る前のまっさらな状態のまま展示され続けています。いわば生活が始まる直前の姿だけがそこにあるのです。面白いことに、このソファやベッドはすでに何ヶ月もこのフロアに置かれ続けているはずです。時間は確かに経っているのに、生活の時間だけが一切流れていない。そんな不思議なねじれがこの空間には存在しています。例えるなら、役者が舞台に立つ前、誰もいない舞台装置だけが先に組み上がっている状態に似ているのかもしれません。幕が上がる前の静けさがこのフロア全体に広がっているようです。
このショールームで見た家具たちもやがて誰かの家に運ばれれば、その家族だけの後を少しずつ刻んでいくことになります。ソファには誰かが座り続けたへこみができ、ベッドには誰かが眠り続けた体温の記憶が残っていくはずです。書斎の椅子には仕事や勉強に向き合った背中の重みが刻まれ、子供部屋の棚にはおもちゃの並べ方にその子らしさが現れていくでしょう。今この瞬間だけがそうなる前の静かな空白の時間なのです。その空白は悲しいものでも恐ろしいものでもなく、これから始まる暮らしのための準備が整った状態というだけのことなのだと思います。そう考えると、この静けさも少し愛おしいものに思えてくるかもしれません。いつか誰かの部屋になる前の最後の静かな一瞬を今この墓所だけがまだ静かに保っているのです。その一瞬にたまたま偶然立ち会えたことも悪くない体験だったのかもしれません。この違和感に名前をつけるなら誰のものでもない生活感なのかもしれません。座った跡のないソファ、眠られたことのないベッド、そのどちらもが同じ一つの感覚、生活を演出する舞台だけが整い、そこに宿るはずの暮らしがまだ一度も訪れていない感覚を静かに支えています。この違和感を知ってから家具量販店を訪れると、展示された部屋の見え方が少し変わってくるかもしれません。それは決して買い物を楽しめなくなるということではありません。その部屋がこれから誰かの生活を迎える手前の状態にあるのだと分かるようになるということです。次に家具量販店のショールームを歩くことがあったら、少しだけソファやベッドの整いすぎた様子を意識してみてください。いつもと同じ買い物のはずなのに、少しだけ違う目で見えてくるかもしれません。そしてもしかしたら今住んでいる自分の部屋にも似たような瞬間があったことを思い出すかもしれません。新居に運び込まれたばかりの家具がまだ生活の跡を持たず、静かにそこにあったあの最初の一日のことです。たくさんの段ボールに囲まれながら真新しいソファに初めて腰を下ろした瞬間のあの少し落ち着かない感覚もきっと同じ種類のものだったのでしょう。そこから少しずつ自分たちの匂いや座り方の癖が積み重なって、今のすっかり見慣れた部屋に静かに変わっていったはずです。今日一緒に歩いたこのショールームの静けさを少しだけ覚えておいてもらえたら嬉しいです。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録でいい。次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。